今年4月、島根県隠岐の島町で7つの舞が2年ぶりに奉納された。国の重要無形民族文化財、蓮華舞。この1年、存続の瀬戸際に立ってきた。突然の火事で貴重な舞の道具がすべて焼けてしまったのだ。隠岐の人たちは自らの手で面を掘り、途絶えかけた舞を次の世代へ伝えようと必死の努力を続けてきた。残された7つの舞は絶対絶やしちゃいけん。蓮華舞の復活にかけた隠岐の人たちを1年にわたって見つめた。炎は瞬く間に広がった。去年2月、隠岐国分寺の本堂が全焼した。この時、本堂に保管されていた蓮華舞の面も衣装も全てが灰になった。蓮華舞の全ての歴史を消した。わずかな時間に全てを失ってしまいました。蓮華舞が隠岐に伝わったのは平安時代に遡ると言われている。異国情緒あふれる独特の舞は国の重要無形民族文化財に指定されている。毎年春に奉納される蓮華舞は島の人たちの誇りだった。国分寺が大切に残してきた蓮華舞の面、このすべてが火事で失われた。まだ焼け跡が生々しく残る境内を複雑な思いで歩く人がいた。蓮華舞保存会会長、村上秀夫さん。火事の一報を聞いてすぐに現場に駆けつけた一人だ。向こうから来たんですわ。段の向こう側から何も残らんと思ったらもう頭が真っ白ですね、その時は。村上さんは燃え盛る炎を前に一つの決意を固めたという。大変だけどよし、面は掘ってやろうとこう勇気になりました。その時はね、もう何もないんだから作らんことには。今回の危機をどう乗り切るのか。この夜、保存会のメンバー全員が集まって話し合いが持たれた。4月21日の奉納については中止すると。できないのでね、いうこと。今年の中止を決めたその席で、村上さんは自分の手で面を掘り、来年の復活を目指すことを伝えた。しかしメンバーからは危惧する声が相次いだ。その面なんかについても自分たちで作ることもすごく大事なことだし、いいことだと思うんですよ。だけどもそれも発注することも含めて考えればいいことないかなっていうような気がするんです。体心配しようってことだけど、あんたがもしかなときはできないことになったけど、すぐ一応心配しようってことです。村上さんはそれでも主張を曲げなかった。
島町の教育長が生きてご参加読むんだけど、これはいかな攻めだ。寸法を取った記憶があっただけ。話し合いの結果、麺作りは会長の村上さんに一任されることが決まった。長屋の倉庫の方を調べたら、3月中旬、村上さんの麺作りが始まった。黙々と木を削り、のみを振るう。村上さんは以前趣味で麺を打ったことはあった。しかし本格的な麺作りはこれが初めてだ。今回は自分の手で麺を掘りたい。村上さんがそのことにこだわったのは、蓮華米に特別な思いがあるからだ。蓮華米の伝統はこれまでも何度か途絶えかけたことがあった。最大の危機は明治2年。仏教の教えを排斥する廃仏毀釈の運動が全国に広まった時だった。隠岐国分寺は焼かれ、蓮華米は一度完全に姿を消した。その後大正に入って蓮華米はおよそ半世紀ぶりに復活。その立役者が村上さんの住む池田地区の人たちだった。もともと蓮華米には120種類の米があった。そのうち今も受け継がれているのは7種類だけだ。残された米には不思議な振り付けのものが多く、大人から子供まで誰もが楽しめるようになっている。農作業の様子をコミカルに表現した米。中国やインド文化の影響を色濃く残したエキゾチックな米。そして勇壮な動きで最も人気があるのがこの竜王の舞。蓮華米の花形だ。隠岐の人たちはこうした舞にこの一年の無病息災と豊作の願いを込めてきた。実は蓮華米を復活させる際、中心となったのが村上さんの父勝夫さんだった。勝夫さんは毎晩のように地区のお年寄りを訪ね、蓮華米の振り付けを教わっていたという。85歳で亡くなるまでその生涯のほとんどを蓮華米に捧げた人生だった。村上さんは蓮華米に打ち込んでいた父の姿を今もよく覚えている。やっぱり厳しい時は本当に厳しかった。特に稽古を見る時は本当に余計きつい目でこう指導しとったことを思い出します。親父らが7つだけ引き継いで残ったのが現在の姿です。残された7つの前は絶対絶やしちゃいけんという、その考えだけですわ、その蓮華米に取り組む自分の気持ちはね。
3月末、獅子頭を作ろうとした時、一つの問題が持ち上がった。獅子頭には直径60センチほどの太い桐の木が必要だった。しかしその材料が見つからないのだ。さらに衣装や小道具の復元にも問題が発生していた。こういった感じでいかがでしょうかと思いまして。蓮華舞の衣装には京都の高級な生地が必要だった。幸いちょうど良い生地を見つけることができた。問題は値段。全部揃えるとおよそ900万円かかる。とても保存会だけで負担できる金額ではなかった。面作りも衣装の復元も暗礁に乗り上げようとしていた。このままでは来年の蓮華舞の復活は難しい。4月初め、村上さんのもとに思いがけない知らせが飛び込んできた。家の建て替えを考えていた人が材料の桐の木を譲ってくれるというのだ。この日分けてくれたのは直径60センチを超える太い桐の木だった。上等だわ。文句なし。せーの、よー。探し続けていた獅子頭の材料に申し分のない大きさだった。あとは村上さんの腕してる。そうだ。これからしばらく考える時間持ってからな。そうだね。村上さんは早速分けてもらった桐の木を使って獅子頭作りに取り掛かった。なんとしかし重たいな。軽くなるかなこれ。よし。一つ立派にできますようにお願いします。こんな立派な桐材は沖中探してもまたと手に入らない。かつてない大きさの手強い素材。この日は保存会の仲間と2人で慎重に掘り進めていった。掘り始めてから3時間。荒掘りが終わり、全体の形が見えてきた時だった。村上さんはあることに気がついた。ちょっとここ削りすぎたかもしれない。ここや。前の獅子頭と比べ鼻を少し削りすぎていた。鼻は
獅子の威厳を象徴する重要なポイントだ。しかし削りすぎた木はもう元には戻らない。一体どうすればいいのか、村上さんは考え続けていた。獅子花いってね、特に大きな花だもん。あれじゃかっこいいな。どうせっかく作るなら大きな花にせんと。次の日、獅子の花はなぜかさらにノコギリを入れられていた。大のこ入れたら食べないもん何にもなしだ。村上さんは獅子の花をもう一度作り直すことにした。そのために一度花の部分を削り、四角い木材を継ぎ足すのだ。これは埋木という昔から伝わる方法だった。貴重な木材を無駄にせず、花だけを作り直すため考え抜いた末の決断だった。二度と同じ失敗はできない。埋木が馴染んだことを確認し、慎重に削り直していった。作り始めて1ヶ月半、ようやく獅子頭が彫り上がった。残る面はあと3つ。少しずつ軌道に乗り始めた蓮華米の復活。そのことを知って支援してくれる人も現れ始めた。どうも。この度は大変どうも。いや、いろ大変でいろとございました。ご迷惑をおかけして、いや、こちらこそ。なかなか大きなことはできませんけれども、それぞれ全部で157名の人間が一生懸命募金をさせていただきましたので、どうぞお受け取りくださいませ。本当にしっかりこのために頑張っていただきますように、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。本当に頑張ってください。島の有志が寄付金を届けてくれた。失礼します。わざわざすみません。ありがとうございました。失礼します。こうした寄付や補助のおかげで資金もようやく目処がついてきた。ありがたい。村上さんが蓮華米の面を作り始めてから半年、すべての面が完成した。この日ばかりは村上さんも嬉しそうだった。いい感じか。あ？寝れん晩もよくあったに。これからぐっすり寝るぞ。早速出来上がった面が保存会のメンバーにお披露目されることになった。火災の直後、村上さんの面作りに反対していたメンバーも見に来ていた。思ってた以上に立派ですね、本当にね。
正直なとこその専門家に頼んだ方がいいことないかと初めは私は思ってたんですけどもね、こうして見るとやっぱりその地元の、特に会員中心に作ってこれだけの出来意味があることだし、こうしたことが後まで伝えられていければね、それが一番いいことなのかなと。みんなも満足のいく見事な出来栄えだった。みんながねびっくりしてやっぱり作った甲斐があったな、その一言、11月6日、村上さんは港でフェリーの到着を待っていた。どうもご苦労様です。届いたのは京都の業者に発注していた衣装や小道具。これでようやく蓮華米に必要なものが全て揃った。久しぶりに面と衣装をつけての練習が行われることになった。集まってきた人の中にひときわ真剣な表情の若者がいた。高校2年生の石川祐介君。蓮華米を始めて8年になる。できたけ頑張れよ石川君が舞うのは蓮華米の花形、竜王の舞。村上さんも大きな期待を寄せている。竜王の舞は古代中国の武将蘭陵王の逸話をもとにした勇壮な舞だ。見どころはいかめしい仮面をつけて戦に臨んだと言われる蘭陵王の獰猛な動き。竜王の舞に抜擢された石川君。今後も蓮華米を担っていってほしいという島の人たちの願いが込められている。1年半ぶりの石川君の竜王。村上さんも満足そうだった。今晩はたぬきでちゃんと枠があって、それで前行く時にそういうのが分かってんな。ほんでちょっとあそこ行き過ぎただよ。ラインがないもんね。そこバッチリだ。前もんだ。やっぱし一番は早く踊りたい。またみんなに踊りを見せて喜ばして喜ばしてあげたいです。年明けの沖では寒い日が続いていた。この頃から村上さんは
時折疲れた表情を見せるようになった。蓮華米復活のために村上さんが走り始めてから1年が過ぎようとしていた。2月に入ると練習に一層熱が入るようになった。本番まであと2ヶ月余り。村上さんは練習の場では疲れを見せず先頭に立って指導していた。その様子は父勝夫さんの姿とよく似ていた。そして時に見せる厳しさも父譲り。ちょっと待てよ。下がったとこに立ち上がる方が早かったです。そんな次は細かい所作、動き出すタイミング、一切妥協はない。音楽聴いちゃって。この日村上さんが特に注文をつけたのは子供が仏に扮し相撲を取る眠り仏の舞だった。投げる格好をして残ったりするのがお客さん見たら面白いだから、ちょっと尾崎のじいちゃんとやってみてな。眠り仏の舞は村上さんが小学生の時最初に覚えた舞だ。子供たちに手本を見せるという。うとうとしていた仏が獅子に起こされ相撲を取り出すユーモラスな動きが人気の舞だ。共に70歳の村上さんと尾崎さん。熱演は5分以上も続いた。大人から子供たちへ伝統はこうして受け継がれてゆく。それから翔馬君、取り組みの時やめな格好せよ。お父ちゃんが白川お父ちゃん得意だけなあ。ああ13歳で4月に入って思わぬ事態が起きた。村上さんが突然の腹痛を訴え入院したのだ。参ったわ。参ったった。村上さんは膵臓炎と告げられしばらく入院することになった。治った。膵臓炎。そういうどれ素人だけわからんだよ。
ガスが溜まってね、苦しゅうて、いても立ってもいられんようになって。村上さんは本番当日までには何としても退院したいと考えていた。しかし検査の結果、末期のがんであることが明らかになった。家族には余命は長くても1ヶ月と告げられた。村上さん本人に病名は告知されなかった。本番まで2週間。一向に体調が上向かない中、村上さんは当日までにすべきことをノートに書き続けた。満開の桜の下、国分寺の焼け跡に蓮華米の舞台が設営された。この日は朝から地区の人たち20人が集まった。みんな揃っちゃう。みんな揃っちゃう。会場に突然村上さんが現れた。病院を抜け出して舞台の仕上がりを見に来たのだ。ご苦労さん。思ったわ。大丈夫かよ。足がフラフラする。下ろしていく。運動もしてねえし。下ろす。素晴らしい。大きさがちょうどいいな。完成した舞台を見届けたその笑顔が最後の姿となった。4月14日、村上さんは仲間に見守られながら70歳の生涯を閉じた。出棺の時、蓮華米のお囃子が流された。蓮華米に生涯を捧げた村上さんへの最高の供養だった。参列者の中に石川君の姿もあった。石川君には忘れられない出来事があった。亡くなる1週間前、石川君は病室の村上さんを見舞っていた。こんにちは。大丈夫ですか？だいぶいつもやなったわ。すぐ治ると思うんで頑張ってください。きっと大丈夫ですか？協力して。が、おっさん残念だ。最後に石川君がいられてる。またすぐ元気で戻って頑張っていこうしよう。ありがとう。
頑張ってくって。はい。握りしめた手のぬくもりが村上さんとの最後の思い出となった。なんかこんな気持ちは今までないし、こんな気持ちになったの初めてです。明日はその全部の思いを込めて踊りたいと思います。本番当日は朝から快晴となった。平安時代から沖ノ島に受け継がれてきた蓮華舞。待ちに待った2年ぶりの復活公演だった。誰よりもこの日を楽しみにしていた村上さん。今日は妻の幸代さんと一人息子の重弘さんと一緒に参加する。午後1時半、復活公演が始まった。まず全ての出演者が村上さんたちの彫った面をつけ舞台を回る。息子の重弘さんに抱えられ、村上さんの家が静かに奉納を見守る。7つの舞の最初を飾るのは眠り仏の舞。演じるのは10歳の谷口玲君、9歳の斉藤翔馬君。観客を前に村上さんから教わったことを精一杯生かした。獅子の舞。村上さんが彫るのに一番苦労した獅子頭に命が吹き込まれた。そして竜王の舞。いよいよ石川君の出番だ。どうか一つ大きな拍手でお願いをいたします。それではよろしくお願いいたします。8分の舞台に全ての思いをぶつける。竜王は舞台いっぱいを使って高く高く飛んだ。舞の締めくくり、石川君は村上さんの遺影を向いて見栄を切った。
この日600人が蓮華米の復活を見届けた。面は全部違いますが、その度に掘る姿がね浮かんできました。はい、暑い時もあったし、寒い時もあったし、暖房したりね、冷房したり、いろいろとね皆さんに助けてもらってやっとここまでできました。決して一人でしたもんじゃありませんので、はい、ありがとうございました。石川君は来年進学で一度島を離れるが必ず戻ってこようと決意している。自分ら同世代の人たちがこの蓮華米を支えていく役割になると思うんで、蓮華米が終わらないように次の人の世代にちゃんと伝えていくことを帰ってきたらしたいと思います。何もかも焼き尽くした突然の火災から1年。蓮華米を復活させるため全てを捧げた人がいた。その思いを静かに受け止めた若者がいた。島根県隠岐の島町で1200年以上も受け継がれてきた伝統の米。蓮華米はこの日見事に焼け跡に舞った。